今回のビデオで使うオーランドボードです。F2 フェニックスの340です。このボードでハーネスワークから、そしてトレーニングまでをマスターしていきましょう。今回使用する、セールサイズ、こちらが 7.0、そしてこちらが 6.1 平米を使って解説していきます。それではこれからハーネスがなぜ必要か、ハーネスの役割を説明します。皆様は大体今ハーネス使われてない方が見てると思うんですが、手で乗ってます。よくあるのは腰でバランス取ってますね。こういう向こうへセール倒れるようになると、風が強くなると腰が出たり、非常にうまく、乗れませんし、腰も痛めてしまいます。ハーネスを使うと、ハーネスをかけて、バランスを取る、セールに引かれる力と人間の体重でバランスを取る、その力は手で持つ必要なくなるんですよね。何に手を使うかというと、セール操作です。風下に行く、風上に行く、セール、風を逃がす、風を入れる、この操作だけを手で使って、あとはバランスを取ることについて、体重、後ろへかける体重については手を使わなくてハーネスラインだけで走れます。極端に言いますと、手を離してセーリングもできるようになります。ですから皆さん早くハーネスワークを練習しましょう。そうすると長い時間セーリングできます。例えば1日4時間乗ってる方が手の力だけで乗ってると、当然1時間持つかどうかですね。ハーネスを使う方はまっすぐ走るときにはほとんど手の力かけてないんです。極端に言うと人差し指でもセーリングできます。それで疲れをなるべくなくすようにして、ジャイブ、タック、あと方向転換、全てのものについた時の体力を取っておく、手の力を取っておくということに必要ですので、早くマスターしましょう。それから上達していけばいくほど、スラローム、もしくは強風の中での時には手の力ではなかなか長続きしませんし、スピードを出すことできません。ハーネスでちゃんとセールを引き込む、そういうことが必要になってきます。その時にハーネスワークというのは非常に重要な役割をしますので、少しでも早く皆さんマスターしていきましょう。次にハーネスラインを説明します。ハーネスラインには、2タイプありまして、1つは長さがもう決まってるやつですね。決まってる商品、いろいろな長さがあります。これ将来皆さんが、もう自分のハーネスの長さって大体決まってきます。そういう時に、買っていただければ。それとあと大体長めのものを最初買っていただいて調整するものもあります。もう一つのタイプは最初からですね、調整できるようにこちらにベルトがついてます。最初は長めに使って、それが上手くなると短くなる。あと強風の時は短め、長め、人によって好みを簡単にその場で変えられます。こういうふうに変えられますんで、最初変える時にはこういう調整タイプの方がおすすめです。以上です。それではこれから皆さんがパンツハーネスを買われた後にどうやって着用するか説明していきます。まず両足を、ここにちょうど足が入る場所がありますので通してください。そして足の付け根まで持ち上げていきます。しっかり入れてください。まだこう調整する必要ないですね。で次にハーネスフック、これニールプライ商品はワンタッチで付けられるようになってますので、ワンタッチで外れないように取り付けてください。取り付けていただいて、今ちょうど調整されてるんでしっかりついてますけど、実際はこのベルト、
2箇所ついてますね。このベルトで調整すると、ハーネスフックの位置、高さが変わります。上を締めると高めになりますし、下を締めると低めになります。できれば皆さん、最初は高めにつけてください。その方が非常にハーネスラインかけやすいし、外しやすいです。そして、両方とも緩めすぎていると、ハーネスフックが揺れてしまいます。これで外しづらい、かけづらいという風になりますので、しっかり止めてください。で、最後に太ももを締めます。これ締めすぎると下半身が動きづらくなりますし、緩めると上にずれ上がってきます。ですからちょうど適度、自分で、セーリングしてみて、ハーネスを使うときに、負担かからないぐらいに緩く締めてもらって結構です。そして最後に、後ろにこの腰サポートがついている商品は、調整ベルトがついてます。この調整ベルトで引くと、角度がついてきますので、自分のセーリングスタイルに合った角度に調整してください。これで着用終わります。こういう形になります。それでは皆さんがブームにハーネスラインを取り付けた後、どこへつけていいかわからない。どこへつけたらいいかという説明をこれからしていきます。まず、セールにはドラフト、風圧の中心点があります。それはあまり風がない時で結構なんですけど、片手で持って両方に触れない。後ろを持つと当然セールはノーズ、マットの方が風下に行こうとします。前を持つとブームエンドが風下に行こうとします。行かない場所を大体探してください。まずはじめにですね。この位置には大体セーリングする、大体なんですがセーリングする位置になってくるはずです。それを皆さん最初からそれをやると、そこにハーネスラインの位置を合わすとうまくセーリングできないと思います。じゃあどういう現象が起こるかというと、例えば前に、今中心は僕の右手です。それよりも前にハーネスラインをつけている人はどういうことがあるかというと、常にセールは開きながらセーリングしているということになります。よろしいですか。逆に後ろについている極端ですけど、後ろにつけた人はどうなるかというと、常にセールは前へ行こうという形でセーリングしてしまいます。それですと皆さん風の言い出しがまだできないはずですから、最初はいつもセーリングしている手の位置があると思います。その位置の内々へつけてください。よろしいですか。いつも、前を持っても結構です。その状態で内々へつけてください。将来は先ほど私が持ったこの中心にハーネスラインの中心が来るように目指していきましょう。ただし最初からそれができる、やると風の追い出しがうまくできませんから、そのうちにつけてください。幅を狭くすると非常にコントロールしやすくなりますが、逆にうまくできない人は安定しないですね。セールの開きが安定しないです。広くするとセールは固定されますけど微調整ができなくなります。大体皆さんの、手の幅、小指から親指の幅ぐらいで結構だと思ってください。長さはかけやすく、できるだけ長くしてください。通常皆さんがセーリングしてます。その時にハーネスがかけやすい長さにして結構です。そしてセーリングしている時も自分が大体乗ってて、危ないっていう時にすぐ外れる長さを長めにしといてください。それでもかけにくい場合はブームを下げることによってかけやすくなります。その状態でセーリングしてください。また後ほど風の入れたい出しの説明をしますが、ハーネスラインの位置の決め方は、まずセール、自分が通常乗っている手の幅の内々につけてから始めて、慣れてくるに従って後ろに下がっていくつもりです。以上です。それではハーネスラインの位置が決まりました。次はかけ方です。かけ方、外し方。これがしっかりできないと風下側へ風側へ倒れてしまいます。よろしいですか。まず取り付ける、こういうふうに根元が固定されているものは少し外側へ出るようにした方がかけやすいですね。この状態で腰を、フックを、人差し指で立ってみたので、つま先立ちしてもいいんですけど、伸ばして内側に腰を持っていってしゃがみます。しゃがんで腰を外へ出していくようにします。もう一回やります。つま先立ちしてかけて後ろへ下がります。いいですか。できるだけ下を見ないで陸上で練習してください。下を見て息がする癖ついてしまいます。ね。体を前持ってしゃがんで引いていく。体を近づけて離す。もし非常にここがフレキシブルになっているタイプが今あります。このタイプはテールを揺することによって揺れます。その力を利用してかけることもできます。
2つのタイプがありますので、最初はこういう固定されているものの方が履きやすいかもしれません。よろしいですか？伸ばしてしゃがんで腰伸ばす。この時にただ前持っていってそのまま下がると引っかかりませんから、前持っていってしゃがんで後ろへ乗る。それを下を見ないで進行方向を見てかける練習しましょう。矢印の方向から風が吹いています。陸上で解説したハーネスのかけ方を水上でトライしましょう。初めてハーネスワークを練習するときは風の弱い日を選びましょう。できるだけハーネスラインを長くするとかけやすく外しやすくなります。風上に向かって走るとハーネスをかけやすくなりますので、できるだけクローズ方向へ向かってセーリングしましょう。陸上で練習した方法でかけたり外したり繰り返し練習しましょう。それではハーネスラインを極端に短くしてブームを上げてセーリングしてみます。非常にハーネスをかけづらく、セールと体が近すぎるためバランスをうまく取れません。ハーネスラインをできるだけ長くしてセールと体との距離を離してバランスを取りやすくしましょう。前に立っている人はなかなかハーネスラインかかりません。でもアフターレイキをするとブームの位置がどんどん下がってきます。いいですか？後ろへどんどん下がります。いいですか？下がると簡単にかけられます。これ覚えてください。通常ウィンドサーフィンで、皆さんのレベルですとブームを水平にした時がだいたいまっすぐ走ると言われてますよね。でこの状態でハーネスラインの長さを合わせて最初練習します。でも、どんどん上達していくと乗る位置が前だと、なかなかスピードも出せませんしボードも安定しませんしレベルも上がりません。セールをアフターレイキ、どんどん後ろに下げる、人間の位置もどんどん下がっていきます。こういう状態になった時に、ハーネスラインの長さを見てください。今この位置ですよね。よろしいですか？この位置でブームが傾いていきます。ブームセールが傾いていきます。わかります？10センチか15センチは変わったと思います。ハーネスラインの位置が。ということは、服の位置が最初ここにあったとしますよね。かかりません、なかなか。アフターレイキしていくと、簡単にかけられるようになる。わかります？ですから、後ろ後ろ。特に風がどんどん強くなればなるほど、後ろ後ろに乗っていくような練習をしないとなかなか上達しないです。セールに風を入れてボードが走り始めたらボードの後方へ足を移動させハーネスをかけます。ハーネスを外すときは後ろにいるときに外し、外してからジョイントで近づきましょう。足の移動の仕方とハーネスのかけ方を分かりやすいように真上から見てみましょう。
足の移動の仕方、ハーネスのかけ方、体重を風上側へかける動きを参考にして実際練習してみましょう。足を移動するときはできるだけボードの中心に足を置いてください。足元に注意してみてください。ボードスピードが上がったらボードの後ろへ下がりハーネスをかけるようにしましょう。それではこれからこの紐を使ってなぜセールをアフターレイキしていかなきゃいけないかを説明します。まず通常皆さんがセーリングするときにセンターボードの位置にハーネスラインの中心が来ます。大体この位置でボードはまっすぐ走っています。風が強くなるとボードの抵抗の中心がどんどん後ろに下がってきます。その状態のまま、セールを動かさないでいるとどんどん抵抗の中心は下がっていくのにセールはそのままの状態だとベアしていってしまいます。ですから皆さんはどんどん後ろへ下がってそのベアを防がなきゃいけないです。下がっていくと必然的にセールもアフターレイキしていきます。ここで2つの効果がありまして、1つは後ろへ下がることによってベアを防ぎ、また後ろへ下がることによって20センチぐらいですかね、ハーネスラインの位置が下がります。これでハーネスも非常にかけやすくなります。ですから皆さんが風が強いのにいつまで前にいるとハーネスラインはかけづらいし、かけたとしても風下にベアしていってしまいます。ですから少しでも風が上がってきたらどんどん後ろへ下がっていってセールをアフターレイキさせていくことを心がけましょう。それではよくある、失敗例というか極端に前につけてるハーネスラインを極端に前につけてる方の、悪いところですね。なぜ前につけると悪いかというと、一つは上手くなってきてどんどん後ろに乗ってきます。アフターレイキマスターってよく言うんですが、もうこれ以上下がれなくなります。そしてもう一つの欠点はセールの本当の力パワーを逃がしていつも乗ってます。10ある力の中の3ぐらいしか使わずに乗ってますので、本当のセールのパワーをボードに生かしていけないし、自分の体重をセールに預けることができません。できるだけハーネスラインを後ろへ下げてセールのパワーを10ある力を10使うように皆さん練習してください。はい、次は極端にハーネスラインをこのように後ろにつけてる方、どういう失敗例があるかというと、いつもベアするような形で乗ってしまいます。それと、進行方向の手、マスト手がいつも疲れてる方、そして前へよく飛ばされる方、そういう方は、極端にハーネスラインを後ろについてると思ってください。そして風の入れ出しがスムーズにできないです。そういう方はどんどん前の手が疲れる方は前へずらす、そういう風にして場所を決めてください。
ハーネスを使い始めた時によくある風下へ倒れる失敗です。風の強弱に合ったセール操作ができず、風が急に強くなったり、セールを引き込みすぎてバランスが取れなくなって風下へ倒れてしまいます。風下へ倒れる前に素早くセールを開いて風を逃がす練習しましょう。風下へ倒れるとき、ブームを離さず持っていると膝でセールを破いたりしません。急に風がなくなったり、体重を風上にかけすぎたりすると風上に倒れてしまいます。風上に倒れそうになった時はセール手でセールを引き込み、セールに風を入れるとセールが体を持ち上げてくれます。ハーネスラインがかかったままセールの下敷きになることがありますので、慌てず水中でハーネスラインを外しましょう。それではセールのパワーポイントとハーネスラインの位置の関係を説明します。今赤いバッテンがあるところがブームの高さとセールのパワーポイントです。ブームに赤いテープが巻いてあります。これが、パワーポイントからまっすぐ引っ張ってきたところです。これから今均一にハーネスラインがついてます。この状態で将来は乗っていただきたいんですが、これが前後にあることってどういうことが起きるか説明します。まずパワーポイントより前ある、よく初心者の方ですね、こういう方はどういう現象が起こるかと言いますと、後ろの方、セール開こうっていう現象が起きます。ですから10ある風の中に3ぐらいの風使わないですから、本当は全体重をはけて、スピードも出せるし、もっと体重を外に出せるんですが、風をいつも逃がしながら乗ってる。なかなかスピード出ないです。そしてよくあるのが、後ろがいいんだって後ろすぎる方は、進行方向の手、マスト側の手がいつも疲れる方です。なんか疲れるという方は後ろについて乗ってください。ですから最初はこのパワーポイントを挟んでつける、ここを目標にしていくように練習しましょう。セールのパワーをうまく利用する、そして、まず速く走るには微妙な調整が必要になります。ですから大体5ミリくらいちょっと前出す、前の手が疲れる人は前ずらす、もっとまだ前の手が使えるようでしたら少し前ずらす。この習慣をつけておいてください。微調整することによって、皆さんのレベルがどんどん上がっていきますので、ぐっと動かして調子悪い、ぐっと動かして調子悪いっていうようなことをしないでください。ある程度決まってきたらもう5ミリ単位ぐらいずつ少しずつ動かしてください。それではパワーポイントの位置にハーネスラインの位置が決まりました。次大事なことは、風を入れたり出したり、ハーネスをかけたまま風を入れたり出したりする操作ができないと、風下側に倒れたり風上側に倒れたりします。この方法を見てください。この状態でスライドさせることができます。この状態でスライドさせる必要があります。ハーネスをかけたままスライドしていきます。風を逃がしたり入れたり逃がしたり、ですからブームのセンターからハーネスのフックの距離はいつも変わらない状態で操作できなきゃいけない。入れたり出したり、そうすると入れます、出します。非常にマスト側の手が動いているのが分かってます。瞬時にして風を逃がす方法、セールドで操作するようにマスト手で一瞬にして風を逃がすことができます。でよく風下にガーッと倒れる方は一瞬にして風を逃がすことによってその、倒れることが解消することができますので、いつも陸上でもこの風の出しを完全にマスターするまで練習した方が海上での倒れる確率が少なくなります。で足のスタンスですね。海上での足のスタンスの移動の仕方、よく見てください。この状態で通常、セーリングしてる方が多いと思います。慣れてくるに従ってどんどん後ろに下がってください。ボードの先端に乗ることが非常に大事です。ボード安定します。風が強くなればなるに従って後ろに行って最終的にはストラップに足を入れますが、下げ方はセンターを移動していくようにしてください。それ片足上げなきゃいけないですから、できるだけこう動かす前に何回かこう片足だけで乗れる練習することも必要です。
そして前足をどんどんストラップにつけていって、最後にはストラップに足を入れる、戻す、こういう練習も必要です。ですから片足だけで一瞬ボードをコントロールする練習できてない方は、上げた瞬間にボードがふらついて、そこでチンしたり減速したりしてしまいます。で片足ちょっと浮かしたり戻したり浮かしたり戻したりっていう練習してストラップに近づけていく。で前足を入れます。今度は後ろ足を上げなきゃいけないです。ですから前足ストラップを入れて前足だけでボードをコントロールする練習しましょう。後ろ足を上げたり戻したり浮かしたりっていう、それが安定してくるとどんどん後ろに下げていって後ろ足もストラップに入れることができます。この練習を繰り返してやってください。ですからまっすぐ沖に向かう時に足を上げたり戻したり上げたり戻したり、前をちゃんと見ながらセーリングする練習しましょう。それでは最後にトレーニングにトライしてみましょう。トレーニングをするためには常に風上前方のブローを見て風の強弱を判断することが重要です。まず前足からストラップに入れ、その時後ろ足荷重、素早くセールをアフターレーキさせながらセールに体重を乗せ、前足荷重に切り替え、一瞬に後ろ足をストラップへ入れます。走り出しはセールパワーを十分に前足の一点に集中し、ボードに伝えるようにしながらズームに体重かけ、一気に前に押し出しながらストラップへとつなぎます。両足がストラップに入っているときは両足均等に体重をかけます。体全体でハーネスコントロールを維持しながらスピードアップへとつなげます。常に目線は進行方向の遠くを見るようにしておくと安定したセーリングができるようになります。今回ハーネスワークをマスターする上で、いろいろ解説してきましたが、ハーネスワークをマスターするとスピードも出やすいです。そしてハーネスそして足の方に注意がいってしまいます。その時に、事故が伴いますので、皆様ルールを覚えてください。一つ大事なこと、マスト側が右手の場合、これをスタボーと言います。スタボータックと言います。スタボー側の人が優先権がありますので、逆側でセーリングしている人、左側が前でセーリングしている人はポートタックと言います。ポートの人はスタボーの人を避けなきゃいけないんです。これは絶対守ってください。ですから皆さんが例えばポートでセーリングしている時に下ばっかり見てます。ハーネスかかんない。向こうから誰か来てぶつかったらこちら側、ポート側の方が、全責任を負わなきゃいけないっていう会場のルールがあります。ですからこれだけはしっかり守ってください。でもし、危険、危ないと思ったらできるだけ早くセールを落とせばいいです。風を逃がすことができればいいんですが、止まれない方はセールを落としてしゃがむとブレーキがかかります。早めに、対処してください。ギリギリまでっていくような感じでぶつかるケースもありますので、そしてまた前をちゃんと見てないと海水浴で泳いでる方、他のウォータースポーツやってる方にぶつかる可能性もあります。進行方向をしっかり見ながらハーネスワークを練習しましょう。そうしないと、先ほど言いましたように下ばっかり見てると前から人が来たところにぶつかってしまう。そしてポート側で走ってる時にはいつも避けなきゃいけないということを頭に入れておきましょう。これ事故が起こると、あなたの責任になりますので、ポート側の人が進行方向を見てちゃんと避ける。スタボーの方もできるだけ回避するように前に、いつも心がけるようにしてください。